はい、哲也です。今日はね、トランプ声明、このままでは米国は滅びるというテーマでお話してみたいと思います。米国時間の7月14日、日本時間の7月15日にあたると思うんですけども、トランプ前大統領は自らの政治団体、Save America PAC 政治活動委員会のホームページに緊急声明をアップしました。内容は、去年の大統領選に関するジョージア州フルトン郡での手作業による再集計結果を受けたものでした。今日はトランプさんのこの声明文を参照しながらお話ししてみたいと思います。ちょっと端折りながら読んでいきますね。ジョージア州から出てくるニュースはとても信じがたい。フルトン郡での手作業による再集計によれば、2020年の大統領選挙は完全な詐欺だった。これが許されるならば、我が国は滅亡する。ガーランド・ファボリート氏と非常に尊敬されている有権者 GA。この有権者 GA というのはジョージア州で信頼できる選挙を実現するための組織というか非営利団体だと思うんですね。この有権者 GA が公表した報告書によると、フルトン郡では、人間の手による再集計では 60% も誤りがあった。誤りというか不正があったということでしょうね。投票用紙の集計シートが10万枚も行方不明になっていた。彼らは、つまり民主党側は、ジョー・バイデン氏のために何千もの余分な票を捏造した。そしてバイデン氏のための100対0の集計が行われた。しかも何度もだ。投票バッジシートは不正にもバイデン氏のために100対0、150対0、および200対0となっていることを示していた。これひどいでしょ。つまりこのバッジシートというか、要は塊ですね。票の塊がポンポンと送られてくるわけですけども、それを開封して、集計するとですね、例えば100枚あったとしたら、100枚の票が全部バイデン票だった。トランプ票はゼロだったということですよ。150枚あったら、バイデン票が150、そしてトランプ票がゼロ。200枚あったとしたら、200枚が全部バイデン票でトランプ票はゼロだったということなんですね。これはね、普通、ありえないことですよね。理論的にはどうか知らないけど、現実では、現実の選挙ではですね、絶対にないですよ。いかにね、例えばバイデンさんのファンが多いね、支持者が多い地域だったとしてもですね、やっぱり200票あったらね、それは1割か2割はね、反バイデン票っていうのがあるはずなんですよね。全くゼロというのはもう本当に、ありえないとしか言いようがないですね。この記述はね、トランプさんがジョージア州で行われている手作業による再集計の結果について、詳細に報告を受けていることを示しているのかもしれませんね。トランプさんはこう書いてます。我々は今、第三世界の国に住んでいるのかということですね。南米あたりのね、変な独裁国家の選挙と変わらないって言いたいんですよね。まさにそうですよね。次にこう書いています。完全な法廷監査が行われると、他にも何か見つかるのだろうか。完全な法廷監査が行われれば、さらに何か見つかるだろうと言いたいんでしょうね。次を見ますと、これはブラッド・ラフェンスパーガー州務長官が大規模なエラーと証明可能な詐欺にまみれているにもかかわらず、2020年の大統領選挙詐欺を公式に認定したということを意味する。言い換えれば、ラフェンスパーガー州務長官が今回の選挙が詐欺と分かっていながら、あえてこの大統領選挙は公正なものとして公に認定したということでしょうね。次を見ますと、これはフルトンでの選挙で何十年も働いていたスージー・ボイルズ氏が不正に複製された投票用紙がバイデン氏のために数えられたのではないかと疑ったことが真実であることを証明している。これまでスージー・ボイルズ氏がいくらね、不正があったと証言しても相手にされなかったということでしょうね。それが今回証明されたと言いたいわけですね、トランプさんは。これはジョージア州で最近発覚した
3万5千の違法投票に上乗せされるものだ。つまり、最近発覚したですね、3万5千の違法票以外にも今言ったような不正があったということですよね。次を見ますと、10万以上の未更新の有権者登録や何千人もの死者が選挙後に削除された。つまり未更新のところオブソリートという言葉だから、使い古されたとか、時代遅れのとかいう意味なんですけど、更新の全くされてないね、いい加減な有権者登録があったということ、そして、死者の、登録もあったということなんでしょうね。でそれが要するに選挙の後にね、不正の証拠だということでね、こっそり消されたということなんでしょうかね。次を見ますと、ジョージア州のクリス・カー司法長官はついに行動するのだろうか。ブライアン・ケンプ知事はどうしてこのようなことが起こるのを許したのかとね、質問を投げかけています。トランプさんはこのように指摘して、ラフェンスパーガー州務長官とケンプ州知事の責任を追及する構えを見せていますね。この声明文は全米の共和党員、特にトランプ支持者にね、これ7、8000万人いると言われてますけども、トランプ支持者に読まれるでしょうからね、その影響力は絶大だと思いますよ。ラフェンスパーガー州務長官とケンプ州知事はいずれも共和党員なんですけどね、いわゆるライノ、名ばかりの共和党員で、もっとはっきり言えばね、裏切り者の共和党員となりますからね、次の選挙では当然、落とされるでしょうね。トランプさんはまた、腰が重くなかなか不正選挙問題について取り組もうとしなかったクリス・カー司法長官にもしっかり捜査するよう強く促しています。このクリス・カー司法長官もやはり共和党員なんですけどね、完全なライノなのか、クワジライノっていうかな、準ライノと呼ぶべきかもしれませんけれどもね、トランプさんはどうも信用してないようですね。このように見てくると、今回のトランプさんの指摘が事実だとしたら、ジョージア州の統治機構全体が完全に腐りきっていたということになりますね。また当然のことですが、トランプさんの指摘が事実なら、前回の大統領選におけるジョージア州でのバイデンさんとトランプさんの得票差はわずか1万2670票に過ぎませんでしたから、ジョージア州での選挙結果は完全に覆ることになりますね。つまりバイデン勝利ではなくてトランプ勝利だったということになるわけですね。こうした事態が他の激戦州にも広がったとしたら、一体どういうことになるんでしょうかね。一部にはトランプ8月大統領復帰説が未だにですね、まことしやかに囁かれていますよ。どうなんでしょうかね。まさに前例のない事態ですからね、全くどうなるのか分かりませんけれども、トランプさんの言う選挙詐欺が本当に全米に蔓延していたとしたならば、もう民主主義もへったくれもあったもんじゃありませんよね。トランプさんはこの声明を次の言葉で締めくくっています。これは最高レベルの腐敗、我が国が危機に瀕しているとね、こんなことを許していたら、トランプさんの言う通り、米国は今まさに危機に瀕しており、完全に滅亡に向かうしかないでしょう。トランプさんがいつも指摘しているように、米国のメディアも裁判所もちょっとあれですからね。あれね、わかるでしょ。どうしようもないところがあるんですね。であれば、ここはですね、ぜひ米国民全体がね、しっかりこの事態の真実を見極め追求し、必要とあればね、皆でね、大決起してでもね、米国の浄化、米国の政治のね、健全化のために完全とした行動を起こしてもらいたいと思います。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。